日々自分を整え、そんなに贅沢しなくてもその中に十分幸せを感じていくという知足という素晴らしい知恵を身につけた人たちが自分の周りにいる。そして自分もそうありたい。ペンネームケンさん、20代の男性からいただいたお悩みです。こんにちは、タイグさん。いつも楽しく動画拝見しています。とても勉強になることが多く見入ってしまいます。一つ、自分が何年間も悩み続けていることがありますのでご相談させてください。自分は幼い頃より家庭にも友達にも恵まれて何不自由のない生活を送ってきました。子供の頃は行きたいところには連れて行ってもらい、欲しいものはほとんど何でも買ってもらいました。また友達にも恵まれ、うちは常に誰かがいるようなたまり場のような場所でした。大金持ちの家というわけではなかったのですが、貧乏でもなく兄弟3人大学に行かせてもらい、とても感謝しています。また自分で言うのも恥ずかしいですが、恋愛に困ったことがなく、常に目当ての子と付き合えて、今のところ何不自由はありません。ですが唯一自分を振り回しているのがお金です。仕事も何でも好きなことをやり続けていたので、その点悔いはないですが、どうしてもお金がついてきません。人並みにはお金は稼げているとは思いますが、例えば後輩には当たり前におごってしまったり、彼女にも喜ばせてあげたいとお金がなくても何か買ってしまったりしています。自分が本当に金欠の時に助けてくれた親、彼女、仕事仲間には恩返しをしたいと常に考えており、自分が稼いでいろいろなところに連れて行ってあげたりすることで恩返しになるのではないかと考えています。タイグさんの他の動画でも目的はお金じゃないということは重々分かっているつもりですが、どうしても解決策はお金しかないように思えてならないのです。自立してからですが、お金がないために久々の友達と飲みにも行けなかったり、一食のご飯も食べられなかったりといった経験が多く、お金のトラウマみたいなものが自分の中にあるんだと思います。あんな紙切れに振り回されるのは嫌で、いろんな本を読んだり、いろんな人のお話を聞いたりしていますが、どうしていいのかがいまだによくわかりません。お金持ちでもやりがいがないと悩むとお聞きしましたが、やはりお金ではなくやりがいを求めて生きていくのが最善なのでしょうか。長くなりましたが、ご回答いただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。知足という仏教の言葉があります。樽を知ると書きます。例えばコップにオレンジジュースが入っている。このオレンジジュースを子どもたちに配る。コップに入っているオレンジジュースはなみなみと継がれたオレンジジュースではなくて、そのコップの半分ぐらいまで入ったオレンジジュース、これを見て子どもたちの反応は分かれます。わーっと喜んでそのままおいしそうに飲む子、そのコップに半分入ったオレンジジュースをこれだけ不満げに飲む子、あるいは他の人のコップに入ったオレンジジュースと自分のコップに入ったオレンジジュースの量を比べて、そしてこれまた不満げにオレンジジュースをしぶしぶ飲む子、もう幼稚園でも年中さんぐらいになるとそのような差が出てきます。事実はコップに半分入ったオレンジジュース、でもこれをこんだけと思って飲む子と、わーっと喜んで飲む子。さて、知足という言葉は現状に満足しろという意味ではないけれども、私たちの心の幸せって何なんだろうということに対して問いかけてくる言葉です。さて、ケンさんの問題は何かと言ったら、ご自分でも言っているように、今まで
何不自由なく来たことによって、しかもこれはご両親であったり、あるいは裕福な家庭に育ったということによって得てきたいろいろな貯金というのは本当のお金じゃないですよ。親がある程度立派な人だったとか、裕福な人だったとか、いろんな好きなことができたとか、いろんな習い事をして自分に力がついたとか、そういうお父さんやお母さんたちに守られてつけてもらった教育とかね、経験も含めてですよ、得てきた自分の貯金に甘えてきてしまっているということ、これが一つの問題。今人並みに稼いでると言っても、自分で稼いだお金、それと今までの生活水準というか感覚ですね、いい生活をさせてもらってきたという感覚で、これを親のお金ではなくて自分のお金の中でやろうと思った時に、お金が足りないということが起きるわけですね。何でも欲しいものをやりたいことができ、欲しいものが買え、何不自由なく過ごしてきたお父さんお母さんたちに守られてという人が、自分で家を出て自分のお給料の中で同じ生活を続けようと思った時に、当然足りないということが出てくるわけです。だけど自分のつけてきた生活習慣としてね、生活水準の高い生活に甘んじてしまっている。そこにギャップが出てくるわけです。さて、ケンさんの問題点は今話したように、自分の力で稼いだお金ではないお金で今までいい思いをしてきた、いい経験をしてきたということ、これは問題というか、そういうことであったということで、そこに今身をもって身の丈でない生活をしようとしているという、自分の得ているお金の中でやりくりを人間はしていかなきゃいけないわけですけど、ケンさんにお金がないのは稼いでいるお金が低いというよりも、自分の実力の中で、自分の稼いできているお金の中で生活するということができていないということ。お金がないのにおごってしまったり、お金がないのに見栄を張ってしまったり、買ってしまったり、もう実はある程度の年収1500万円ぐらい、1000万から1500万円ぐらいの人たちが貯金が一番少ない、その稼いでる額の割にはというファイナンシャルプランナーさんのデータがありますけれども、実際そうなんです。お金っていうのはあったらあっただけ使う人はどれだけあっても使うんですよ。で、面白いもので、お金というのは稼げば稼ぐほど当然出費も出てきますから、常にカツカツの状態でも入ってくる金額がある程度あれば、そこに安心してしまう。これはいつか人生が破綻していく人の典型的なパターンです。それからずっとお金に対して苦しんでお金って言い続ける人の典型的なパターンの一つです。ケンさんは残念ながらそのようなあまり望ましくない経済観念といいますかね、癖をつけてきてしまっている。ここは私はとても大きな問題点だと感じています。実はケンさん、もう一つ私問題があると思っています。これも結構大きな問題。それは何かというと、いつの間にかお金を使うことによってしか人が喜ばない、つまり恩返しができない、そのようにケンさんが思ってしまっている。今までお世話になった人に恩返しするには、自分がお金をもっと得て、その人たちを遊びに連れて行ったり、旅行に連れて行ったり、おいしいものを食べさせたり、何かを買ってあげたり、もしケンさんがそのように思っているのであれば、ケンさんは確実に幸せという感覚を得ることができないでしょう。そしてまたケンさんの周りに集まってくる人は、もしその人たちが集まってくるのであれば、それはケンさんがお金を使うことによってやはり満足を得るという人たちの集まりになってしまうでしょう。つまりお金がなくなればケンさんに魅力を感じなくなる人たちの集まり。さて、これは幸せでしょうか。ケンさん、処方箋があります。ケンさんへの処方箋は何かというと、なんとなく
今ね20代後半ですね。お金ということに関して、私の一問一答を見るぐらいなので、どこかで疑問を感じながら、でもお金がなければ幸せになれないなっていう、なれないよなという、何度も私が言いますお金教っていうものにどっぷりと使ってしまっている極めて普通の日本人の一人であるということ、健さんがね。でこれは健さんを幸せにしない状況にあるので、これを少しね、そこから洗脳を脱するために健さんにこのような処方箋を出したいと思います。それは何かと言ったら、お金を使うのではなくてお金を貯めるということをしてみてください。これが処方箋です。健さんはね、お金を使うことに関してはもう当たり前に慣れっこになってしまっていると思います。自分に入ってきているものの中からそれをほとんど使ってしまう。しかも自分の感情を満たすために使ってしまう。いや、およそお金というのはみんな何のために使ってるかって、人に物を買ってあげるのも、おいしいものを食べるのも、どっか遊びに行くのも、好きなことをやるのも、全部自分の感情を満たすために使うんです。ですからお金がないといつも言い続ける人というのは、お金がないんじゃなくて自分の感情をちゃんと冷静に見据えて、そしてそこに振り回されることなくいるではなくてね、常に自分の感情に振り回され続けているという人であると言えるんです。健さんが今人並みに稼いでるって、その人並みがいくらなのか分かりませんけれども、1ヶ月に15万円で生活している人もいる。1ヶ月30万円で生活している人もいる。1ヶ月100万円で生活している人もいる。そのいくら入ってくるかということではなくて、自分が今手にできるお金の中でどう生活していくのか、それをただ生活していくだけじゃなくてね、生活費、それから貯蓄に回す、自己投資として勉強代に回す、あるいは次の自分のスキルアップのために回す、将来のために何かもっと将来収入が増えていくためになすべきことをする。そのようにして自分の手元に入ってくるお金を先を見て、ちゃんとその日その日の生活じゃなくてですね、分けて使っていくということができないといけないんです。実はお釈迦様の教えの中に六法礼拝経というお経があって、そこにですね、自分の入ってきた、得ている自分に入ってきたお金を4つに分けるという考え方があるんです。一つはそれで自分の必要なものを買う、食費も必要ですね。一人暮らししていれば家賃も必要で、その必要なものに使う。そして自分の好きなことをする、好きなものを買う、そして貯金に回す、そして未来に対しての投資、そのようにしてね、お金を分けて、そして自分の生活をちゃんと成り立たせていく、こういうことをですね、どんなに大金持ちになってもやり続けて資産を築いた人っていうのが実はいるんですね。ちゃんと先人たちの知恵ということを生かして生きている人というのがいるんです、世の中に。さて健さん、結論ですけれども、健さんはまだ20代です。もう20代後半、もうすぐ30になるんですけれどね、このままの健さんの感覚でいくと、あまり将来望ましくない結果がもう見えてます。ぜひね、健さん、自分が得ているお金の中で、今私が少しご紹介しました4つにその給与を分けて生活をしてみてください。自分の生活のために必要なお金、そしてね、そればっかりで切り詰めていくと少しね、辛いとこもありましょうから、自分が欲しいもの、自分がちょっと自分の感情を満たすために使うお金、道楽のために使うお金、それもあっていいでしょうけれども、同時に貯金として貯めていくお金、そして未来の投資のためにね、自分の勉強のために貯めていくお金、入ってきているお金を
この分配はその健さんのまた生活状況によるでしょうから、でもこれを分けて考えるということ、これをなさってみてください。でこの自分の生活のためのお金、まずね、ここがものすごくかかってる人っているんです。それから自分がやってみたい自分の道楽のために、欲しいもののために使う、ここがもう大半を占める人っているんです。そしてこの貯蓄の部分と将来の自分の力をつけていくための投資、これがちっちゃい人は将来はどんどん先細っていきます。今どんなにお金があってもこの割合が逆転してくるとね、自分の生活のためのお金、それからやってみたいお金、こちらの方が縮小していって、貯蓄とそれから将来に対しての投資、これが大きくなっていく人というのは先太りになっていきます。その通り分かりますね。健さんに今必要なのはお金ではない。健さんが今心配すべきことはお金がないということではない。入ってきたお金をどのように使い貯めていくのかということで、そこにはどのような力が必要になるのか。忍耐という力です。我慢をするというのは無理やりそうせざるを得ないというちょっと苦しいところがあるんです。でも忍耐というのは道理が分かって自分から自分の感情を抑えていくということ、この忍耐というのが、仏教ではニンニクというんですけど、非常に重要な心の修行として仏教では大事にされています。私も人間ですから、一旦贅沢になってしまった自分というものを元に戻すということは簡単ではない。自分の感情に振り回されて欲しいものを買ってみたい、それから見栄も張ってみたい、そういう思いもなくはないけれども、この仏教の教えの中のニンニクということ、それからお釈迦様の今のこの自分に入ってきたお金の中で4分割に分けて、そしてこの貯蓄と将来に対しての投資、未来に対しての自分の力をつけていったりということ、この投資、この2つの割合を増やしていくということによって、自分が忍耐ができる、ニンニクができる人間なんだということを、そのような自分になれるよう努力をしてきた結果、今お金というものは怖くなくなりました。幸せというものがお金でないということが分かるようになりました。私にとっての宝は自分の身の回りに一人でもお金ということを人生の最も重要な価値だと思っていない人たちがいるということ。幸いにして私の周りにはお金で仕事をする、お金のために生きているという人でない人の方が多いんです。もちろんそういう人もいます。で、不思議なことにそういう循環に入るとね、お金に困らないんですね。それは何度も言うようにやりたい放題やってそれでもお金が尽きないということじゃないんですよ。お金がたくさんあるからということによって幸せを感じない人たちが、自分のちゃんとニンニクして無理やり我慢するというんじゃなくて、自分からちゃんと貯めるものを貯める、そしてつけるべき力をつけるためにお金をちゃんと使う、自分の感情に振り回されて、そして闇雲に生活水準を上げて、そして元に戻れないという愚かな状態ではなくて、日々自分を整え、そんなに贅沢しなくてもその中に十分幸せを感じていくという知足という素晴らしい知恵を身につけた人たちが自分の周りにいる。そして自分もそうありたい、そうなりたい、そう思っている。だから常にものすごく莫大なお金があるから幸せというんじゃないけれど、そうでなくて自分の入ってくるものの中で十分幸せに暮らしていけれる。そしてそれが今年より来年、来年より再来年、ちょっとずつでもそうやって生活しているがゆえに、年を重ねれば重ねるほどお金に対しての不安がなくなり、年を重ねれば重ねるほど経済的にも精神的にも、我慢する力がついて、忍耐する我慢じゃないですね、忍耐する力がついて、
経済的にもどんどん貯蓄もたまっていく、力もついていくで、これ不安じゃないじゃないですか。このようなサイクルに入った人というのは全くお金に対しての心配がないかといったら、それはまた嘘になるかもしれませんけれども、限りなくお金に対して心を悩ませるということがなく生きていくことができるんです。これは一つの幸せでもあります。どうぞ健さん、自分の親とかじゃなくてね、人からお金を借りて無理して生活をするというんではなくて、等身大で自分の入ってくるものの中でまずちゃんと生活を成り立たせるということをなさってください。そのために必要なのはニンニク、我慢ではない。これができるようになると面白いですよ。好きなこといくらでもできます。お金がなければできない、そんなことはない。そしてまた自分でお金を増やしていくことができるようになります。お金があるから自由なんではないんです。自分の持っているもの、お金も含めてそこに執着しないから自由なんです。好きなことができるんです。ここを大きく勘違いすると、延々と健さんはこのお金のトラウマに、お金狂に脅されながら、お金がなければ幸せになれない、お金がなければ幸せになれない、一生そうやって大切なこの貴重な命を過ごしていくことになります。余生を怯えて過ごしていくことになります。ぜひね、まずこのタイミングで自分の得たお金の中でどう生活していくのかという、社会人としてとても基本的だけれどもなかなか簡単ではないという、そこにねチャレンジしていただきたいと思います。今の生活水準の中で、生活のね収入の中で十分ちゃんとやっていけれるという生活ができるようになったら、この後健さんの力がついていった時にはこの生活水準をそのまま維持していくんです。そしたらどうですか、余力が溜まっていきますでしょう。ところがこれができないまま生じかポッといい仕事が入ってきてお金が入ってくると人間ダメになるんですよ。これはそうですよ。自分の使う範囲広げていきますから。でそうやっていくら稼いでもお金がないという愚かな状態に陥ってしまいます。きれい事じゃなく、幸せというのはお金じゃない。お金があればもちろんできることの幅は広がりますけれども、幸せというのはお金じゃない、知恵なんです。頭で分かっちゃえるけど簡単じゃないんだな。健さん、今気づいてよかったと思います。どうぞ何度もこの今の私の回答を見てね、まずは自分の収入の中でちゃんと生活ができるようになること、そこでニンニクという力を養うこと、保証します。その力を養った人間は先細りする人生は歩まない。頑張ってください。応援してます。